皆様こんにちは。こんにちは。自然の美しさとロマンの島、そしてまた日本海のオアシスでもありますここ沖ノ島町へようこそ。私は船長の村上でございます。本日は第二成功丸をご利用いただきましてありがとうございます。本船はただいま福浦港を出港いたしました。これより海岸線を航行しながらろうそく島へと入ってまいります。途中見どころのあるところたくさんございますので、その都度ご案内させていただきます。はい、なお所要時間は1時間5分を予定しております。安全運航に努めますのでどうぞごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。出発でござるよ、出発でござるよ。こんにちは、秋葉人です。突然船に乗ってるシーンから始まっていますが、いよいよろうそく岩を見に行きます。あいにくの曇り空ということで夕日と重なるシーンは見れないのですが、洞窟などを見ながら遊覧観光を楽しみたいと思います。ろうそく岩はろうそく島とも呼ばれ、沖ノ島の沖合にニョキッと生えています。かなり昔テレビでろうそく岩に夕日が重なるのを見たのですが、その美しさに魅了され一度は訪れてみたいとずっと思っていたのです。しかし毎日の仕事に追われ子育てに追われ忙しい日々を送っているうちにろうそく岩の存在すら忘れ、初めて見たいと思ってから一体何年の月が流れたんだろうか。20代30代の頃は毎日が必死で旅行することなんて全くできなかったのです。自営業の宿命とも言えるのかもしれませんが、休みもなく一日中働きがむしゃらに動きまくっていた日々でした。そして今様奥の理解もありキャンピングカー旅をすることができ、やっと念願でもあったろうそく岩に向かっています。この海岸沿いはろうそく岩だけではなく見どころがたくさんあり、船頭さんが丁寧に案内をしてくれます。続いて同じく右側は金網をかぶっている崖でございますけども、これ黒いのは黒曜石になっております。現在は波と風に侵食されて色が多少薄くなってございますけども、少し崩してみますと、真っ黒い良質な黒曜石が出てまいります。ここの特徴はですね、貝の化石がたくさん見られることでございます。ということはですね、いつの時代にか海の中にあったことが証明されるわけでございます。そして沖ノ島町は2回の火山の大爆発で、できた島でございます。第1回目が600万年前の第1回目の爆発、そして第2回目が550万年前の大爆発でできた島でございます。特徴といたしましては断崖絶壁の多いことで有名でございます。現在航行中の湾内でございますけれども、この静かな湾内でございまして、ここでもですね、貝類とか魚類がここで成長して日本海に出てまいります。そして、ここの右前方がですね、断層が2つに分かれております。黒っぽい断層と色の完全に違う断層2つが見えてございますね。これ第1回の火山の爆発で、下の断層ができてですね、2回目の550年前の万年前の第2回目の噴火でですね、上の断層溶岩が流れてきて固まったものでございます。完全に色が違っておりますね。これで2回の、火山の爆発が起こったのが証明されるわけでございます。はい、お客様、まもなく右側にろうそく塔が大きく出てまいります。カメラ
ニョキッと20メートルも海から突き出した岩は本当にろうそくみたいな形をしています。はい、ろうそく塔は高さが約20メーターございます。また周りもですね、太さでしょうか、これも約20メーターございます。人間の手が一切加わっておりません。もう自然にできたものでございます。今や沖ノ島町の観光コースではこのろうそく塔に勝るところはございません。全国的に今やもう有名になっております。テレビ中継もしょっちゅうでございます。現在見えておりますのはろうそく塔の裏側になります。前側には素晴らしいものがあるものに見えるものがございますので、どうぞご期待ください。本日比較的波が小さいようでございますので、ろうそく塔のすぐ右下を通って入ってまいります。ちょっと波が高い場合はここは通れません。本日は大丈夫でございます。おー、でけえ。この日は波が穏やかだったので近くに寄ることができ、ちょっと感動。観音様です。名付けてろうそく観音でございます。右側には大きな耳もついています。これ男性的な観音様です。今やすっかり有名になっております。名付け親はこれ私です。これも私です。ろうそくというのは一番最初から私です。15年です。そしてですね、馬出島の後ろに入ってまいります。また素晴らしいところございますのでご期待ください。もう間から見えてくる。もう来た。この鉄砲岩の間にろうそくが灯るのは本当にタイミングが必要で、10月11月らしいのですが、その時期の日本海は海が荒れ始め、天候もはっきりしなくなるらしく、よっぽどの幸運に恵まれないと見ることは難しいらしいのです。もし見れたなら一生忘れられない思い出の地となることでしょうね。今回は残念ながら火は灯らなかったのですが、次回はサマオクを連れて一緒に見たいと思っています。大切な人と一緒に火が灯る瞬間を見てみるのはいかがでしょうか。はい、お客様以上でろうそくと遊覧終了でございます。これから帰港いたします、帝国通り、ほぼ帝国通りに着岸の予定でございます。しばらくのご辛抱をお願いします。はい、ということでいかがだったでしょうか。残念ながらね、雲が多くて、このねろうそく岩の上に火は灯らなかったんですけれども、まあずっとね、見たくてしょうがなかったものなので、無事にですね、ろうそく岩を見ることはできました。であと、洞窟の説明だとか、それからその他にもね見どころが多かったんですよね。その中でもこう2つのこう岩が出ていて、その間にろうそく岩が出てきて、これうまくするとその間に太陽が重なるってね、ろうそくがその岩の間から見えるというような場所もあるみたいです。これでね本当に重なったらねめちゃくちゃね感動すると思います。それからこう、岩と岩の間に真ん中に1本だけね、残っていて岩がそ
隙間空いたところから太陽がやっぱり出てきてもすごくね、綺麗だということで、もう本当に太陽次第ということでね、残念ながら本当今になってちょっと見てよ、今になってさ雲が外れてきたということで、これもね運ですね。まさに運です。だからかといってね、まあじゃあ一日ずらせばよかったと思ってももうたらればの話になっちゃいますからね、今回、こうして沖ノ島に来れたことだけでも、よかったと思います。ということで、ぜひですね、ここでろうそく岩に火の灯る様子を見てですね、自慢していただければと思います。ということで、ここ、沖ノ島からお送りしました。ではまた。